おはようございます。今回は階段周りの傷を直していこうと思います。階段ってよく物落としますよね。なんか知らんけど、物を持つプラス階段登るイコール物を落とすという方程式が成り立っていると思います。まあいろいろありますが、では行ってみましょう。まずこの傷の説明からいきます。白くなっているところがガッとへこんでいて、指で指し示しているところが薄く線のようにへこんでいます。薄く線のようにへこんでいるところは半透明のハードワックス901で消えるので、まずその部分だけ埋めて形を作ります。大きなへこみの部分は半透明のハードワックスで消えないと判断したので、色付きのハードワックス F を使います。この2つを混ぜて埋めていきます。周りのいらないパテを拭き取ります。充填するパテの量が傷に対してちょうどいいと、拭き取るのも削るのも楽になります。この傷の場所は太陽の日が入る場所なので、 UV の入ったこのアクリルラッカースプレーを使います。そこまで研磨もしてないので、シーラーは挟まずこのまま拭いていきます。完成です。次は側下駄の傷補修です。またちょうどいい色がなかったので、この2色を混ぜます。薄めの色と濃いめの色、これで色を作ります。まずは下地処理です。膨らんでいるところを押さえ込みます。ハードワックスを充填していきます。ハードワックス充填に少し時間がかかるので、ここでこの動画で使っている道具の名前を紹介していきます。まず下地処理で使う先の丸いペンの蓋、ハードワックス充填に使う各種ハードワックスとヘラ、ガストーチ、周りのいらないパテを拭き取るためのウエストシンナー、研磨で使う320番の空研ぎペーパー、最後のクリア塗装で使う布コロナマスカー、ドライヤー、アクリルリペアラッカー。基本的にはこの動画はこの道具だけで直しています。途中イレギュラーで少しチックを使っていますが、そこは許してください。このぐらいの簡単な道具で傷がある程度きれいに治るのでおすすめです。ハードワックスの量にもよりますが、全部足しても15,000円はいかないだろうって感じです。家の中をよく見てみると、枠の角やフローリングなどいろんなところにちっちゃい傷がついてたりするので、それを直せると気持ちがいいです。ぜひトライしてみてください。では続きをどうぞ。
シンナーでいらないパテを拭き取ります。次に320番で研磨したんですが、この動画は筆で色を入れずハードワックスだけで色を合わせるっていう動画にしたかったんですが、このペーパーで木目が少し剥げて白くなってしまったので、そこだけ色を入れます。とりあえず先に養生します。ここから色付けです。色が剥げてしまったところに色を足してやる感じで入れます。クリアスプレーを振ります。ここもアクリルリペアラッカーでいきます。完成です。踏み板と側下駄の傷の補修でした。割とシンプルに直せたと思います。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。